スマブラ4の発売からほどなくして開かれた大型大会、梅ブラ8。この大会のグランドファイナルで戦ったのが、当時すでに有名プレイヤーとなっていたニエトノとアバダンゴだった。この戦いを制したニエトノは、その後、国内最大手の e スポーツチームへの所属が決まり、プロゲーマーとしてのキャリアを歩み始めていた。そんなライバルの躍進を境目に、アバダンゴもプロを強く意識し、その実現のための道筋を模索し始めるのだった。2015年7月、アメリカ・ラスベガスでエボ2015が開催された。エボは世界最大規模の格闘ゲームの祭典であり、大会ごとに複数の格闘ゲームが種目として採用されている。すでに過去作であるスマブラデラックスは種目として採用されていたが、エボ2015では新作のスマブラ4が初めて採用された大会となった。格闘ゲームの権威ともいえるエボでスマブラの最新作が採用されるというニュースは、スマブラプレイヤーにあのエボに出られるという特別な思いを持って迎えられていた。そんなエボ2015のスマブラ4部門に日本勢でいち早く名乗りを上げたのがこの男だった。やっぱり僕はストリートファイター4とかも触ってて、そのプロシーンとかを結構追ってたんですよね。エボ2015の前から。スマブラが毎年あるわけじゃないし、もしかしたらもうないかもなっていうのがあったんで、ここは絶対言っとかないとなっていう思いがありました。エボ2015が他のスマブラ4大会と違う点はもう一つあった。それはエボ2015がカスタム技ありのルールだったという点だ。スマブラ4では各キャラにカスタム技と言われるプレイヤーが選択可能な必殺技があった。ほとんどの大会ではこの機能は使わず、デフォルトで設定されている必殺技を使うというルールが採用されていたが、エボ2015ではこの機能が採用されることになっていた。その結果、プレイヤーたちはどの技が強いのかということを検証・開拓する必要に迫られることになった。そんな大会でアバダンゴは躍進を見せることになる。トッププレイヤーのイーサム、ダバズを当時それほど強キャラと見られていなかったパックマンとワリオを使い撃破。1924人の参加者の中で日本人最高の4位という結果を残した。このエボ2015でトップ8となったメンバーはアバダンゴを除き全てプロチームにスポンサーされていた。この事実はアバダンゴによりプロゲーマーへの思いを強くさせることになる。プロへの憧れというか、ずっと持っていたものがもう結構目の前、あと少しで届くかなみたいな感じのところまで来たので、なんか明確な目標に変わりましたね。ぼんやりなりたいなとかじゃなくて、どっかから絶対取ってやるみたいな感じで、その時ぐらいからちゃんとなんかいろんなチームにメール送ってみたりっていう就活みたいなことをしましたね。アバダンゴはエボ2015の後も安定して結果を出し続ける。梅ベラ19ではパックマン、ロゼッタ、メタナイトの3種類のキャラを使い、ケプト、ウメキ、ケン、レインらの強豪プレイヤーを撃破。勝者側のままグランドファイナルに向かい、最後にはシュウを倒し優勝を手にした。コンスタントに好成績を収めてきたアバダンゴだが、この大会で初めて大型大会で優勝を手にすることになった。その後もアメリカの大型大会ザ・ビッグハウス5でも7位を取るなど活躍を続けるアバダンゴ。彼の強さが凝縮された大会が東海議2016だった。当時国内最強だと言われていたのは、東海議2016の選考会も兼ねた梅ブラで優勝していたラナイだった。東海議本戦でもラナイの優勝が有力視される中、アバダンゴは順調に上位まで上り詰め、アメリカからやってきた強豪ナイロにも勝利する。
勝者側決勝は優勝候補ラナイを倒して上がってきたコモリキリとの戦いとなる。さあいいパーセントになってきた。アバダンゴがアバダンゴ勝者側優勝。これを制したアバダンゴは再びナイロとのマッチアップとなったグランドファイナルで勝利し優勝を手にする。こうして公式大会の栄光を手にし、人気実力ともに日本トップのプレイヤーへ駆け上がっていたアバダンゴだが、彼のプレイヤーとしての特徴に当時の環境トップとは言えないキャラを開拓によって押し上げることが一つある。梅ブレやエボではパックマンを中心に複数キャラを使用していた彼だが、東海機ではメタナイトを使い固有の即死コンボを駆使して優勝を手にした。アバダンゴが使うことでそのキャラの強さに注目が集まり、アバダンゴが使ったキャラは弱体化されるとも言われるほど動向が国内外から注目される選手となっていく。活躍の続くアバダンゴ、プロへの道が現実的になってきた彼はさらなる実績を求めてアメリカの大型大会パウンド2016に向かった。それまでパックマンとメタナイトで活躍していたアバダンゴだったが、この頃には2体がアップデートで弱体化されていた。これまでの相棒たちを使うことを諦めたアバダンゴは別のキャラクターの開拓を決意する。彼が選んだのはミュウツーだった。ここでも彼はその開拓力を遺憾なく発揮。当時ほとんどのプレイヤーが存在すら気づいていなかった空中ニュートラル、踏み、金縛りという強力なコンボを開拓するのだ。このコンボをはじめとしてミュウツーの強さを引き出したアバダンゴはまずアライを倒し、パウンド2016でも優勝を手にする。これが彼の海外大会初優勝となり、国内のみならず海外でもその実力は確かなものとして認められることとなった。海外大会の優勝っていうものをそもそも成し遂げた人が少なすぎて、でなおかつスマホになって人数増えて500人超とかの大会の優勝なんで、それは素直に嬉しかったです。そこからもアバダンゴの活躍は続く。海外大会 CEO2016 で4位、エボ2016で5位という好成績を残し、世界が認めるトッププレイヤーとしての地位を確かなものとし、世界ランキングで5位に輝く。パウンド優勝して、CEO エボと行って、実際エボまではパワーポインターを作ってプレゼンしたりメールしたりしたんですけど、感触はなくというか。そしてスマブラコミュニティに突如大きなニュースが飛び込んでくる。海外大手 e スポーツチームのルミナシティゲーミングにアバダンゴが加入することが決まったのだ。彼の念願だったプロゲーマーへの思いがついに実現することになる。いきなり、エボの後からっていう感じではありましたね。で LG にはメールを送ってはないんですけど、声をかけてくれたっていう感じです。極端に言うと日本のスマブラ勢、プロスマブラを名乗っている人っていうのはアバダンゴさんの作ったレールの上にほぼ全員乗ってると私は考えることができると思っています。自費で海外遠征していろんな大会に複数回、1年に複数回大会遠征して、それで世界ランキングに乗った初めての日本勢です。今みんな世界ランキングに乗るのが当たり前だと思ってますよね。海外遠征するの当たり前だと思ってますよね。これは当たり前のことじゃないんですよ。これって作ってきたアバダンゴさんが作ってきた価値観で、もともと海外遠征しようっていうのは、古くは2005年ぐらいのあの時代に始まって、レインさんが2010年ぐらいに作ってきて、それが継承されて、アバダンゴさんの頃に今のシステムに変わったわけ
ですがそういうレールプロそのものの価値観を作った。でそしてさらにはルミノシティのスマブラ部門を作るところまでやったっていうレールを作ってきたっていうところがすごいんだと思っています。明確にプロになりたいと思ってプロになった初めての人なんじゃないかなって思うので、そこはなんか他のプロゲーマーとは違うのかなと思いました。結構それまでがとんでもなくいい成績を残し続けてたんで、1桁しか取ってないみたいな状況だったんで、逆にプレッシャーも結構なんか感じるようにはなりましたね。そんなプレイヤーとしてのプレッシャーもあったアバダンゴだが、プロゲーマーとなってからの大会ジェネシス4でも5位という好成績を残し、日本を代表するプレイヤーとして活躍を続けるのだった。そしてアバダンゴは当時まだ一般的ではなかった発信活動にも力を入れ始めた。配信ツイッチで数字を見せるっていう意味でやっていたのは、LG に所属していた頃で、LG との契約が終わって、別に社会に出るわけでもないんで、これなんかちゃんと自分でなんかゲームでお金を稼ぐようなことをしなきゃいけないなっていうのがあって、それもあって YouTube で動画とか配信をするようになりました。今では当たり前になっている YouTube での動画の発信やライブ配信だが、当時力を入れて取り組んでいたのはアバダンゴだけだった。2018年にはスマブラの情報を分かりやすくまとめて発信するウェブプラットフォームスマッシュログを中心的存在となって立ち上げるなど、プレイヤーが様々な形で活躍できるための発信活動の土台作りに最も貢献したプレイヤーとなった。個人配信をするのって邪道だったんですね、2016年。だからプロゲーマーって FPS 系も当然、格闘ゲームはもちろんそのごく一部の例外を除いて個人配信っていうものはやってなかったんです。なのでアバダンゴさんがそのプロのプレイヤーとしてその辺をやってたの、発信者としてプロが個人が、攻略情報をいち早く言うとかファンとコミュニケーションを取るのって異常事態だったんで、これをやってきたのは本当に新規性のあること、他のゲームにも影響力があったことなんだと思いますよ。なんかプレイヤーに魅力があるような界隈にしたいなというか、ストリートファイターの界隈に僕は憧れていたので、やっぱりプレイヤーが注目されるというか、ゲームの面白さだけじゃなくて、人の面白さも注目してもらえたらなっていうのがあったんで、そういう思いでいろいろやってたんですけど、それに共感してくれた方が、僕のブログを見てくださって共感して、じゃあこういうのはこういう形でやるのはどうでしょうかっていうのを提案してくれて、スマッシュログの立ち上げとなりました。なんか自分が当初想定していたよりもとんでもない影響を持ったというか、箱であることによってなぜかアイドル化というか、人気 YouTuber みたいな感じで、なんか鍋食ってるだけなのに視聴者数多いとか、そういう状況になったので、なんか想像以上っていう感じではあります。発信活動を始めたアバダンゴだったが、プレイヤーとしても躍進は止まらない。アバダンゴはダウンロードコンテンツとして追加された当時の最強キャラと言われたベヨネッタを使用キャラに加えると、梅ベラを複数回優勝し、日本ランキングで1位を獲得するなど、スマブラ4競技シーンが終わるまではその活躍は続いた。その発信活動と選手として築き上げた実績によって、アバダンゴの存在はスマブラコミュニティ外にまで知られるようになっていた。コンテンツ発信で多くの人にスマブラの魅力を伝え、キャラの強みを最大限にまで引き出し、常識にとらわれないプレイングで国内外トップであり続けた彼は、まさにこのスマブラというゲームの開拓者であり、パイオニアだと言えるだろう。スマブラ X の時代からオフライン大会がコミュニティの中心であり続ける中、スマブラ4からは
オンライン対戦も盛り上がりを見せていく。そんな中、オンラインで名を上げ、オフライン進出からほどなくして急成長を果たしたプレイヤーがいた。彼は瞬く間に日本のオフライン大会を席巻し、日本を代表して世界と戦うプレイヤーとなっていく。will make sure the curse lives on.